毎日散歩で結構歩いてるのに、うちのシニア犬の後ろ足がだんだん痩せてきた。そんな悩みはありませんか？もしそうなら、今日これから紹介する這う、くぐる動きを促すクローリングエクササイズをすぐに始めてみてください。またこれは若いうちからやっておくと将来の歩行困難を劇的に防げますので、まだ若いワンちゃんと暮らす方もぜひ今から始めてください。用意するものは椅子とかサイドテーブル、突っ張り棒など、犬がくぐれるものです。高さの目安は肩甲骨の一番高い部分と肩関節の間あたりです。高い方が難易度が低くて、低い方が難易度が高くなります。ブレアには、高さの調節できるサイドテーブルがあったので、これを使ってみました。やり方です。怖がりなワンちゃんなら不信感を抱かせないように、まず用意したものの近くにおやつを投げてみましょう。犬自身に大丈夫そうかなと確認させてあげる時間も脳の活性化に役立つ大切な時間ですので、せかさず犬の観察している様子を見守ってあげてください。落ち着いたところでおやつを手に持って動かしながらくぐるように誘います。食べ物にあまり興味がない犬なら、気に入っているおもちゃを使ってみてください。ポイントは前足と後ろ足のすべての関節が深い曲げ伸ばしを連動しながら体を支えられているかっていうことです。もし足をあまり曲げずに頭だけ下げてくぐれているようなら、もう少し低いものにしてみましょう。またほふ前進に近い体勢になっていたら、もう少し高いものに変えてください。ちゃんとできてるかわかんないなっていう方はですね、横から動画に撮ってみると全体が見えるので分かりやすいと思います。その日のですね、散歩や外出の長さや内容によっては、あえてやらないでおくとか、運動不足気味なら朝夕数回やるとか、頻度は調整してください。あと一つ注意点は、はいもう一回、はいもう一回っていうんですね、もう単調に筋トレとして、捉えない方がいいです。あくまでも、犬が興味を持って、楽しくできるようにたくさん褒めながらやってあげてください。這うっていう動作がなぜ寝たきり予防にいいのかについてちょこっとだけ説明しておくと、ポイントは3つあります。1つ目は空間認知能力の向上になるから。自分の体の大きさを把握してぶつからないように高さを調節するという作業は脳の空間認知機能をフル回転させてくれます。2つ目、深層筋の強化になるから。インナーマッスルですね。普通に歩くのと違って重心を低く保ちながら、前足後ろ足を連動させる動きっていうのは体幹と関節周りの筋肉を同時に強化してくれます。3つ目、固有受容感覚の刺激になるから。関節を曲げ伸ばしした時に感じる感覚のことを固有受容感覚と言いますけれども、それが刺激されてシニアになっても自分の体をコントロールする力を維持しやすくなります。犬自身が考えて体を動かすっていうことが、元気に歩けるシニア犬の体づくりの基本になります。オンラインコンディショニングレッスンの方ではプライベートで皆さんの愛犬の体づくりのお手伝いをしていますので、詳しくは概要欄にあるリンクからご覧ください。いかがでしたでしょうか。もしこの動画が参考になりましたらグッドボタンで教えていただけると励みになります。ここまでご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。